皆さんご視聴ありがとうございます。このコンプレッサーですが、タンクに穴が開いたことから会社からもらいました。タンクの穴はハンダを利用していて少し危険な補修ですが、穴は完全に埋まってます。ただ圧力が上がらない問題が発覚したのでオーバーホールを行います。はじめはレギュレーターを疑って交換したのですが、治らなかったので完全に内部で何か起きてます。ということで分解していきます。それほど高価なコンプレッサーではないので、ネジが若干変身している気がしますね。スリーブの状態は悪くなさそうです。問題はピストンの上にたくさんついている金属の破片です。フィルターのネジ部分が折れていたので、私がドリルで揉んで外した時に出た切り子だと思われます。結構大きなものもあって、この状態で一度動かしてしまいました。実はこのコンプレッサーより大きなものは我が家にあります。今のものは馬力もあっていいのですが、オイルレスではないですし、音も相当うるさいです。それに対してこのコンプレッサーは静音でオイルレスなので、塗装用に使いたくて直しています。切り子の問題があるので丁寧に洗浄します。洗浄だけで治るか試したかったので、一部に薄くシリコングリスを塗ったりして組み上げてみました。不思議と洗浄前よりは良くなってますが、なぜですかね。使えるレベルではないので部品交換します。圧縮に関わる部品を交換していきます。この名称不明の部品はデコボコになってしまってます。逆止弁っていうんですかね、もしくはリードバルブでしょうか。デコボコなのはもしかすると切り子を挟んだ時かもしれないので、完全に私のミスです。板厚は 0.09mm でした。ピストンリングは内径がだいたい 50mm で外径が 67mm です。弁の材質は勝手に SAS304 か316と判断してステンレスの板を買ってきました。板厚は 0.09mm がなかったので 0.1mm を利用します。ここから同じ形状で切り出します。ピストンリングはさすがに作れないので、寸法が同じものを中国から輸入しました。無駄に10枚入ってます。あとはフィルターですね。
弁を一生懸命作ってますが、結果から言うとこれは全然ダメでした。ピストンの取り付けは面倒です。ピストントップに弁を取り付ける逃げがあって、そこに合わせる必要があります。かなり快調に圧力が上がっているので、フィルターを取り付けます。フィルターつけたら止まったみたいになってますが、サーキットブレーカーが作動してます。当然圧力は上がりきっておらず、 0.5 メガパスカルぐらいで停止してます。問題だったのは自作の弁です。この部品は探すのに相当苦労しました。何せ部品の名称がわからないです。やっぱり無駄に10枚あります。板圧は初めからついていたものとほぼ同一で、材質はアルミです。動作不良の原因が材質なのか板圧だったのかは今でも分かりません。この部品はこのブロックの下にも入ってますので、全部で4枚使用します。ここは若干形状が違いましたが気にしません。厚みが一緒だったのでそのまま使いました。問題が出たら加工するつもりでした。せっかくなのでサーキットブレーカーも交換しておきます。もともとついていたサーキットブレーカーのファストン端子が若干特殊で、切断するしかありませんでした。ほとんどの部品が新品交換されましたので、これでダメだったらもう1台のコンプレッサーのサブタンクにするつもりでしたが、幸い治りました。どんどんタンクの内圧が上がっていきます。ただモーターが弱っているからか、本来の 0.8 メガパスカルまでは上がらず、いつまでも停止しなかったので、圧力の上限を無理やり下げて 0.75 メガパスカルで停止するように調整してます。塗装に使う分には特に問題ない話なので、治ったと言ってもいいんじゃないですかね。タンクの圧力が最大までいっても、ハンダで埋めた穴からエアが漏れることはありませんでした。1点気になるのが、最終的には弁の交換で治っています。なので切り子が入った状態で作動させた私が壊したのかもしれません。